レッツゴー。足の脂肪がムニムニってなる人も、筋肉がモリってなる人も、細くてキャッシュな足になるストレッチ一緒にやっていこう。はい、まずね、内もも伸ばしていくよ。ゆっくり息を吐きながら前に倒れてね。自分がいける範囲で大丈夫。内ももが硬いとどうなるかっていうと、まずこの内もものプニプニの脂肪がつく原因になるんよ。そんで X 脚の原因になったり、横脚になったり、冷えとかむくみがひどくなったりとか、姿勢が崩れたりとか、もう本当に夜しか寝れんぐらい恐ろしいことが起こるっちゃん、内ももが硬いと。でも大丈夫よ、今伸ばしよるけんね。はい、伸ばすことに一生懸命になって息忘れてない？はい、吸って吐いて、ゆっくりね、ゆっくりリラックスしながら。はい、次はね、内ももをプッシュしてほぐしていくっちゃけど、膝上からね、足の付け根にかけてもゆっくりやっていく。でね、ここの足の付け根が一番重要で、ここ鼠径部って言っちゃけど、ここが足のゴミ箱なんよ。蓋がついとるゴミ箱にさ、ゴミを捨てるときってこう蓋を開けてあげな、ゴミが捨てれんやん。足も同じで、今蓋を開けてあげとう感じ。よっしゃー、足のゴミいっぱい捨てるぞーと思いながらやってほしいっちゃけど、優しくね、みんなの足にあざができたら本当に心配やけ。優しくやったら痛気持ちいいぐらいで、ここのね、鼠径部、足の付け根をほぐすことによってゴミ箱が開かれるけん、老廃物質がガンガンに流れやすくなって、セルライトもできにくくなるんよね。もうメリットしかないけん絶対やる。はい、次逆の足いくよ。息を吐きながらゆっくり倒れる。ゆっくりだよ。自分のできる範囲で、いける範囲で。内ももがね、今触ってる部分、内ももが伸びてるか確認しながら。オッケー、めちゃめちゃできとうよ。筋トレとかするのしんどい時はこれだけでもやって寝たら、筋肉のボコボコ感が本当になくなる。もうめちゃくちゃおすすめ。だるい、きつい、しんどいって思ったら未来の自分を想像して、もうキラキラの足細々で短パン履いとう自分をね、想像したらもういける。はい、次はゴミ箱の蓋また開けていくよ。このね、内ももに脂肪がつく原因ってまだあって、筋力不足も一つの原因なんよ。例えば椅子に座ってる時に気づいたら足がパッカーンってなっちゃう人はマジでこれ、私もそうなんやけど、もうこれについてはめっちゃ後悔してることがあって、私中高6年間女子校で常に足開きっぱなしやったっちゃん。もう構わず、もう夏とかめちゃめちゃひどくてから足パッカーンしたまま下敷きでこう下から仰いだりとかしよったけん、もう常に足開く習慣がついてしまって、それが卒業した今でも治らんけんね。もう今中高生の人に言いたい、足は閉じる習慣を絶対につけとった方がいい。そしたら内ももに脂肪つかんくなるし、引き締まるし、足細くなるし、いいことしかないし、何よりみんなに後悔してほしくないはい、次は足裏を合わせて無理のない範囲でかかとを自分に近づける。膝を軽く上下に動かしてみたりとか、まだ全然ね痛くないよって余裕があるよって人は手でね、膝をグーッとして負荷をかけてあげるともっと伸びる。次のストレッチがね、結構股関節伸ばすやつなんよ。いきなりさ、股関節様もさ、いきなり伸ばされたらびっくりするやん。うちらもさ、いきなりこう髪の毛とか引っ張られたりとかしたらめちゃくちゃはーってなるやん。それと一緒で股関節でも今から伸ばすよーってね、伸ばしますよって準備してあげてから伸ばしてあげるよ。はい、前に倒れてきます。痛いよ、痛いけんね、自分がいける範囲でいいよ。いきなりできる人とかおらんけん大丈夫。内ももが伸びてるのを確認しながら、ぐーっと息を吐きながらね、前に倒れていって。はい、ここで必ずやるのが足の裏の匂いチェック。ちょっと足臭ってなった人さ、どれくらい臭いかコメントに書いてほしい。私ちっちゃい頃から本当に足臭くてさ、実家で犬飼ってたんやけど、その犬に私の靴だけ噛みちぎられたりとか、私の靴だけよ。あと元彼に、お前の足納豆が腐った匂いすんなって言った時はもうさすがにへこんだ。やけん今足が臭い人もね、一人じゃないけんね、どんな匂いするかコメント欄でシェアアップしよう。はい、次は膝立ちして片足立てて、手を膝の上に乗せてぐーっとね、少しずつ前に倒れていくよ。ふくらはぎが伸びたら OK。はい、この時にね、かかとがなるべく床から離れんようにして。多少離れてしまうのはしょうがないけん、なるべく離れんようにグッとかかとをつけて前に倒れていく。ふくらはぎが伸びてるのを確認しながらね、今触ってるところ。もうこれはお帰りなさいませご主人様ポーズやけんね。もう一回でいいけんやってみたいよね。お帰りなさいませご主人様ってね、大富豪に使えたりとかしてみたいよね、人生で一回。そんな気持ちでぐーっとふくらはぎを伸ばしながら OK よ。はい、次逆なんやけど、みんな移動せんでいいけんね。こう見やすいように移動しとうだけやけん。はい、逆いきます。
これね、膝立てとる方の足を自分の方に近づければ近づけるほどきつくなるけんね。ぐーっとふくらはぎ伸ばしていくよ。いいよいいよ。はい、みんなかかと浮いてない？大丈夫？かかとが浮かないように。いいよいいよ。できてるできてる。ふくらはぎってさ、本当にむくみやすいやん。夕方になるとさ、ふくらはぎがパンパンになって、もうパンと並べたらどっち食べたらいいかわからんくなるぐらいパンパンになるやん。もうなんか本当に辛いやん、それって。だけどこれ続けると本当にふくらはぎすっきりするけん、めっちゃおすすめ。一緒に頑張ろうね。はい、次は前ももを削いでいくよ。かかとをお尻に近づけてみて。この時に床とね、骨盤の間に手が入ったら骨盤歪んでお証拠やけんね。一緒に直していこう。かかとをお尻にぐーっとね、手で近づけてね、前もも伸ばしていくよ。これね、ぐっと持ち上げて膝をちょっと浮かせたらもっと前もも伸びるけん、余裕がある人はやってみて。腰が反らないようにだけ気をつけてね。両手でやっても片手でやってもどっちでも大丈夫。これ手がきついよね。でも二の腕も一緒に痩せようけんね。頑張ろう、一緒に頑張ろう。大丈夫大丈夫。今前ももの張りがなくなってめちゃくちゃ足痩せよるけんね。いいよ。はい、オッケー。はい、次逆。みんな移動せんで大丈夫やけんね。かかとをお尻に近づけた時にね、手が入るかチェックして、はい、ぐっと前もも伸ばす。これね、続けとったら本当に骨盤の歪み治っていって、床とその骨盤の間に手入らんくなっていくけんね。大丈夫、一緒に頑張ろうね。で、ここでめちゃめちゃ重要なポイントがあって、硬い方、うわ、こっちの足の方がめちゃめちゃ痛いなとか硬いなって感じる方をちょっと動画を1回止めて5秒とか10秒長くやってあげると、体のバランスがめちゃくちゃ良くなる。それはもう足のバランスもそうやし、足のバランスが整うと全体的に綺麗になるけん、めちゃめちゃおすすめ。はい、次がラストだよ。足パタパタしていくっちゃけど、手で押さえなくてもかかとがお尻につくのが理想。つかなくても大丈夫。私も最初つかんかったけんね。大丈夫よ。パタパタ回数じゃないけん、ゆっくり自分のペースで大丈夫で。今ね、裏ももとお尻の境目を触ってみて。力入ってる確認してほしい。これね、変な人と思われるかもしれんけどね、もうそんなん関係ないよ。もうお尻触って、今自分の力入っとったらもうパーフェクト、完璧。いい感じいい感じ、できてるよ。でもね、ちょっと呼吸しづらいと思っちゃけど、呼吸忘れんでね。この体勢呼吸しづらいね。はい、終わり。ミッションクリア。はい、みんなお疲れ様。またみんなの美しさレベルがアップしたね。もうね、ストレッチってめちゃめちゃ大事なんよ。このストレッチをすることでね、女の子らしくてちょっと柔らかそうな、そして綺麗な筋肉で引き締まった細い足が手に入るけんね。っていうのも、私陸上部やった時に全身真っ黒でムキムキやって、特にふくらはぎと前ももがパンパンで、もうふくらはぎとか前ももをポンってちょっと触っただけで爆発して学校吹き飛ぶんじゃねえかってぐらいやばかったんよ。部活やめたら筋肉綺麗に落ちるかなって思ったら、そうはいかんかったよね。まあそんな甘くはなかったよね。筋肉の上に脂肪がつくっていうさらにレベルがアップするっていうね、足になったんよ。表面触ったらプニプニやけど奥が硬いみたいな足になったよね。でもそんな私でも今はね、久しぶりに会った友達に足めちゃめちゃ痩せたくないって、綺麗になったねって言われるようになったっちゃうんで、そこで気づいたんです。ストレッチの大事さに。みんなさ、足痩せするってなった時に思い浮かぶのって何？ちょっとみんな考えて聞かせてほしいんやけど、そうね、大体筋トレ、ストレッチ、マッサージ、もうこの辺やと思うんだけど、引き締めるぞと思って筋トレばっかりガチガチにやりよったら本当にごつくなってしまう。なんか硬くなるの。別にめちゃくちゃごつくなりたいわけでも、ボディービルダーになりたいわけでも、足で男を持ち上げたいわけでもなんでもないよね。やけんそんなごつくならんためにもストレッチするんよ。ストレッチするじゃん。もう筋トレするからこそ、ストレッチとかマッサージとかで伸ばしたり緩めたり、もうそのメリハリが一番大事。最強の美脚方程式は、筋トレプラスストレッチプラスマッサージ、この組み合わせがもうほんと最強。もうこれが最速の足痩せ。やけんね、これからも一緒に頑張らせてください。大丈夫。絶対に理想の足になれるけん。なるねーと一緒やったら大丈夫よ。終わります。待ってろよ。今日より可愛い明日の自分。お疲れ様。明日も待っとうけん。